アンモサ製作所です。今回は、マックスファクトリーから販売されている、サーバインをピッカピカに塗装していきます。このキットは、関節が稼働しない、ガレージキットのようなプラモデルですが、その分、造形がとてもかっこいいので、ぜひ最後まで見ていってください。はい、プラマックス社製のサーバインです。今までに製作したキットにはない、箱のデザインです。箱の横には、完成写真やランナー写真が表示されています。では、内容物を出して確認していきます。箱はよくある蓋のあるタイプではなく、キャラメル箱のように横から開けるタイプなんですね。1パックずつ出すのは無理っぽいので、一旦全部出します。このサーバインは、非稼働モデルなのでパーツも少なそうです。あれ、組み立て解説書はどこ？もしかしてと確認すると、箱の中にありました。ページ数は少ないですが、冊子状になってます。それでは、作っていきましょう。では、パッケージからランナーを取り出していきます。このサーバインですが、去年末に、バンダイから HG のダンバインが発売された時に存在を知りました。HG のダンバインが欲しくてネットのショッピングサイトを徘徊していたら見つけました。アニメは知ってたんですが、プラモデルになってるとは知りませんでした。結構知ってるつもりでも、やっぱり世界は広いですね。そして HG ダンバインはどこにも売ってないし、こっちの方がかっこよくない？って思い購入しました。非稼働モデルですが、アニメでも全然動かないので似たようなものと思ってます。それに、アンモサは飾るだけなので、関節が稼働するかは重要ではないです。ポーズが気に入らなければ、切って曲げるぐらいのつもりです。はい、パッケージもランナーも少ないので、あっという間に終わりました。並べると、こんな感じです。ズゴックよりは多い感じですね。では、素組みしていきます。はい、素組みが終わりました。接着剤で接着する前提のキットなので、マスキングテープで一旦固定してます。ガレージキットを作ったことないですが、見た感じはガレージキット感があります。このキットは、ディテールもしっかりしているので、このまま合わせ目消しをして、塗装するだけで製作したいと思います。それでは次の工程ですが、一旦すべてばらして塗装しやすいように加工していきます。この加工ですが、マスキングしやすいくらいまでパーツを分割します。ただ、切断場所が肉抜きされていると、切断後の接着面が少ないので、光硬化ジェルで埋めます。埋める際も、すべての肉抜き部分を埋めると、光硬化ジェルがもったいないので、マスキングテープで仕切りを作って、必要な部分だけ埋めました。軽くマスキングテープで仕切っているだけですが、ジェルに粘土があるので楽に埋めれます。光硬化ジェルですが、どうやら一度に固めれる厚さは2、3ミリみたいなので。なので今回は、2回ぐらいに分けて隙間を埋めました。
光硬化ジェルが固まったら、マスキングテープを剥がしておきます。これでパーツを分割する準備が整ったので、分割していきます。パーツの分割ですが、エッチングソーを使って切断していきます。エッチングソーは切り口の厚さが薄いので、再接着時に接着しやすいと思います。刃が厚いと1ミリぐらい短くなるので、再接着の時うまく合わないことがあるんですよね。こんな感じで、ちまちま切ってますが、指には結構力入れているので、結構疲れる作業です。この作業はこの辺にして、次に移ります。はい、切断が終わりました。結構、分割してしまいました。腕の肘の部分が悩みどころだったんですが、エアブラシで肘を塗り分けようとすると、外装がすごく邪魔になるので、分割しました。分割するグローかマスキングの黒の選択ですが、綺麗に塗り分けるなら分割かなと思ってます。次に、この外装パーツですが、外装が二重になっていて、内側が塗装しにくいです。というわけで、ここも内側、外側とエッチングソーで分割しました。型の動力パイプみたいな部分があるんですが、合わせ目消しの際に邪魔になるのでカット。ここは細いので、カッターナイフで簡単に切れました。ここはパーツが小さいですが、分割して後で接着の方が良いなと思います。切断後、表面処理して塗装してしまうと、位置がわからなくなってしまうので、ピンバイスで目印の穴を開けておきます。元のパーツを接着すると、見えなくなるので問題はありません。これでパーツの分割作業は完了です。すでに外装パーツも接着済みの状態です。あと、先ほど説明した首の外装パーツはこんな感じになってます。先ほどは説明できていませんでしたが、この首も分割してます。これで、首周りの塗装は楽になりそうです。次に顔のパーツですが、ここは目のパーツを付けなければ後はめ加工も不要で、後はめできます。これでパーツ分割と、接着までの作業を終わりました。次に、接着した合わせ目消しと、ディテールの彫り直しをしていきます。ディテールの彫り直しに関しては、ほぼ自己満足の気がしますが、一通り行っていきます。胸のあたりのエングレービングとかは、初めからニードルを立てて彫ると、ミスしやすいので、初めは寝かして彫っていきました。力加減も、軽く撫でる感じでゆっくりです。50秒間アフレコなしでしたが、どうでしょうか。ご意見などコメントいただけると嬉しいです。あとは繰り返し作業なので、この作業はこの辺で割愛します。表面処理中。表面処理が終わったので、一番好きな工程の塗装をしていきます。まず、全パーツに1500番のサフを塗っていきます。ちなみに、表面処理では、1000番までヤスリをかけてます。1500番のサフするなら、800番までで良いらしいんですが、念のためってと思ってやっちゃいます。
次に、関節の塗装をしていきます。関節は、レッド系で2色に塗り分けました。関節は2色にしたいと思い、血管みたいな部分は濃いレッド。それ以外の部分をピンクにしました。まずは、ピンク色を塗装してから、マスキングして濃いレッドを塗装します。ピンクはこんな感じ。次に、ピンクを残す部分のマスキングをしていきます。このサーバインは曲線と凹凸が多いので、ほとんどマスキングゾルでマスキングしました。広い部分は、ゾルについているハケで大まかに塗っておきます。そして細かい部分は、先の細い樹脂製の棒で塗っていきました。大まかに塗った部分から広げるように塗ったり、ちょっと薄めたマスキングゾルを使ったりと、筆塗り感覚でマスキングしてます。塗装が終わった時に思ったんですが、この辺の小さい塗り分けは、マスキングして塗装しなくても、濃いレッドを塗装後、筆でピンクを塗っても大差ないかなと思います。次に、濃いレッドをマスキングしたパーツに塗装しました。こんな感じ。次に濃いレッドの塗装が乾いたら、マスキングを剥がします。アンモサは、歯ブラシで剥がしてますが、塗装を傷つけないものであれば何でも良いと思います。細かいところなどは、歯ブラシの毛では取れないので、爪楊枝で取りました。爪楊枝使うときは、力を入れずに優しくです。こんな感じで全体のマスキングを除去していきます。マスキングを取るとこんな感じです。あまり差が出なかった。次に、外装飾を塗装していきます。外装飾は、市販のものでイメージに合うものがないので調色しました。EX シルバーをベースに、EX クリアパープルと EX クリアブルーを使用しました。調色は、他への転用が難しいので避けているんですが、今回は、塗装ミスの塗り直しがあるかもと思い、調色塗料にしました。最終的には、塗り直しもなく結構塗料余っちゃったんですよね。視聴者さんは、調色した余った塗料どうしてますか？似た色のプラモがあれば一番いいんですけど、ドムかな？持ってない。エングレービングの塗装も、マスキングゾルでマスキングしました。細いマスキングテープでも試したんですが、短気なアンモサには向いていないようです。このエングレービングのマスキングですが、胸あたりの大きな部分は、この方法でも良いんですが、頭の細かいエングレービングはこの方法では無理でした。なので、ヘッドパーツのエングレービングのマスキングは、一旦、マスキングゾルで全体を塗ってから、綿棒で拭き取る方法にしました。綿棒で、凸粒のマスキングゾルを拭き取るんですが、優しく拭き取ってます。動画のパーツが塗装済みになってますが、これはこの作業の時の動画が撮れてなくて、後で撮り直したものになります。こんな感じで拭き取って、乾燥後に塗装しました。アンモサは再塗装覚悟でラッカーで塗装しましたが、水性塗料であれば、何回もやり直せるので良いかもしれません。はい、だいたいこんな感じです。塗装もだいぶ長くなってきましたが、最後に縦のオブジェの塗装では、ゴールドだけだと単調な気がしたので、パールシルバーで部分的に明暗つけました。良い感じになりました。他の塗装色に関しては概要欄に記載しておきます。はい、すべての塗装が終わりました。良い感じの色合いです。では、最後の組み立てを行っていきます。今回は、初めてマックスファクトリーさんのプラモデルを作りましたが、
今まで作ってきたプラモデルと勝手が違うので、作り方を悩む時間が多かった気がします。エングレービングをきれいに塗る方法を悩んだり、塗り分けをどうするかとか、悩みどころがたくさんありました。特に分割したパーツを、もう一度接着する時の位置合わせが難しかったです。やはり軸打ちは、2本ぐらいしないと、元の位置に戻せる気がしないです。またこんな感じのキットを作る時には、他の位置合わせの方法を試そうと思います。はい、完成。いやー、かっこいいですねー。非稼働モデルということもあるとは思いますが、各所のディテールが細かくて、とってもいい感じです。また、マックスファクトリーさんのキットを作りたいなと思えるキットでした。あと、動画では全てを説明するのは難しいので、不明点などあれば、お気軽にコメントしてもらえればと思います。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからもいろんなキットを作成していくので、また見に来てくださいね。それでは、さようなら。